香港に来てます。これや奇数ナンバーのエレベーター発見した。階段から流れていい水の量じゃないよ。ミッドレベルエスカレータートーク。こいつら何なんだよ。自望できます。動物っぽいですね。旅になっていくと。ホテルで会ったジキとケイゴです。蒸留水っていうのは純度を高めたけど化学成分を除去できなかったもので、純蒸留水っていうのが化学物質まで除去して H2O に近づけたものらしいです。めっちゃ並んでる。やっぱ純でしょ。マンメーリ、今香港島の、モンスターマンションっていう観光地に来ています。実際にまだここに住んでる人がたくさんいるみたいなんで、迷惑がかけないように、過ごす必要があります。でもこれだけの人が住んでるってことですからね。香港は世界で3番目か4番目に人口密度の高い国です。牛の国より上って表現するんですね。日本なら午前午後なんで牛の国より前後で表現するけど、そこの考えが違うっていうのが面白いですね。アピタがある。僕アピタでバイトしたことあるんですよね。日本のお土産ばっかだ。クーロン半島に到着し、クーロン城跡に行きました。一通り回ったんですけど、クーロン城、跡地なんで特にこれといったモニュメントはなさそうですね。かなり広いですね。今ここは公園になってます。これ注文してくれました。注文の内容が全く僕が理解できなくて、英語ができる人がいなかったんで、店員さんが3人ぐらい集まっていろいろ対応してくれました。なんかめっちゃ恥ずかしかったです。来ました。トウモロコシのジュースと、何かしらの肉らしいですね。ほんのり甘いです。確かにポップコーンにちょっと見た目似てますね。ほとんど骨、なかなか難攻不落ですね。もう一軒来ました。これはなんかネギと生地を練り込ませた何かですね。でさっきまで飯食べてたところがここイオンなんですよね。でクーロン城砦の近くっていうこともあって観光地ではあると思うんですけども、そこの店員さんが値段を言うとき35も言えなかったんですよね。香港って第二公用語が英語なんですけども、その中でも人によってはやっぱ喋れない人は喋れないんだなって思いましたね。今ノイヤン街っていう、女人街と書いてノイヤン街というところに来ています。露天商が集まって巨大なマーケットを作っています。臭豆腐めちゃくちゃ臭い。頼んでしまった。買ってしまった。これ持って歩くだけで公害なので、もうさっさと食べちゃいます。
怒りを覚える臭さですね。なんかこう吐砂物のような吐き気を催すような匂いですね。そしてこれが15ドルなんでだいたい300円ぐらいするっていう衝撃の事実ですね。熱っ、将棋やってるわ。結構いろんなところで将棋やられてるのにここだけ異常な盛り上がり見せてるのなんでだろう。有名な人なのかな。だいぶあっさりしてますね。うまい。ここがテンプルストリートです。夜になるとこの提灯が光ってすごい雰囲気が出て、盛り上がるそうです。もうすでに明かりが灯ってます。今クーロン半島側から夜景を見てるんですけど、圧倒的に綺麗ですね、こっちの方が。あとこっちから見るともう湾の沖沿いが全部ビルなんですよね。遮るものが何もないのでものすごく見やすくて、やっぱこっちの方がにぎわってる感じします。もう全部どこまで行ってもビル街。これが世界三大夜景から外れてるっていうのが驚きですよね。新世界三大夜景に長崎が選ばれてるんですけども、長崎の荷が重いですよね。これ以上すごいものが見れるって考えると行ってみたいなって気持ちになりますね。そもそも香港って香港島とクーロン半島とそして深海っていう3つのエリアに分かれてるんですよね。僕が今いるのはクーロン半島です。そして昨日と今日の午前中にいたところが香港島です。香港自体の面積に対して深海っていう場所が 90% を占めてるのに、香港の人口全体の 50% しかいないんですよ。だから人口の 50% はこの 10% の香港島とクーロン半島、この2つのエリアに密集しているってことなんですよ。だからビル街がたくさん並んでみんなここに住んでるってことなんですよ。香港のラスト飯は牛すじと、エビワンタンの麺です。ここ行ってきました。美味しかった。ワンタン麺美味しかったんですけど、途中で知らない女性が僕の目の前に座ってきて無我夢中でワンタン麺を食べて逃げるように出てきました。相席はもう当たり前なんですね。めっちゃ快適。椅子がすごい。機内もこれにしてほしい。バスがこれだけ快適でかつ1本で市内からエアポートまで行けるんだったら絶対バスでエアポートまで移動した方がいいです。値段も700円ぐらいなんで多分2500円ぐらい、鉄道より安いですね。今バスで空港に向かってるんですけど結構長いんでちょっと今日の旅で思ったことを発表していきます。まず1つ目がノールックで配膳しても大丈夫ってことです。さっきのワンタンのお店で僕が頼んだ料理を店員さんがノールックでポイって配膳してくれたんですよね。何の問題も起きてないですよね。ちょっと笑っちゃいましたけど、一流ホテルのように丁寧な配膳をしてもいいけど、しなくてもいいんだよってことを、学びましたね。あと2つ目が、公共交通機関内で電話をしても大丈夫ってことです。電話をしても
実際に人と話している文字量の半分なわけじゃないですか。1人で喋ってるから。2人で喋っているのも禁止すべきですよね。それが禁止されてないってことは、もう電話してもいいって思うんですよね。香港ではもうガンガンみんなしてました。ただ SNS の爆音での再生はイヤホン変えようっては思いましたね。まあ少なくとも普通に人と話す程度の声のボリュームならいいよなって純粋に思いましたね。こんだけの量のビルを一個一個作ってったって考えると人間やばくないですか。フードコートがバカ広いですね、この空港。さすが世界6位だぜ。はい、ということで、3日目も終わりになろうとしています。一つ言いたいのが、空港に持って行ったペットボトル、飲料水のペットボトルをゲート通る前に捨ててくださいって言われるから捨てるんですけど、まあ、中身空だったらそのまま持ってっていいですね。で絶対にどこかに給水所があるからそこで給水した方が絶対いいです。なぜなら空港の飲み物、まあ、水最低400円かかるからですね。本当にこの罠には騙されないように皆さんもくれぐれも気をつけてください。僕から言いたいのはそれだけです。香港の感想としてはいろんなものが大きくて楽しかったですね。楽しかったね。次は来月台湾に行く予定なんで、その時を皆さん楽しみにしてください。それではありがとうございました。ここに機内持ち込み禁止品物一覧があるんですけど、メリケンサックダメなんですね。まずいな。乾いたワニの肉もダメみたいです。ワニ側の財布もダメなんだ。これは危ないですよ皆さん。